輩ジャパニーズカフェへようこそ。今日はちょっと変わった企画、ガチ討論です。お題はこれ。都会と地方、住むなら結局どっちが幸せか。進行は私が務めます。今日は中立の立場で両チームに公平に話を振っていきますね。都会パ、先発します。便利さは正義、これを証明しに来ました。同じく都会派、テンポよく攻めますよ。いえいえ、地方派も負けていません。暮らしの豊かさでお相手します。地方派です。素直な実感でぐいぐいいきますね。いい意気込みです。では、ルールは一つ。相手の話も最後まで聞く。これだけ。本編の前に前回の振り返りを少しだけ。前回は就職の面接。よく聞かれる質問と答え方がテーマでしたね。キーフレーズは縁の下の力持ち、表に出ないけど支える人でしたね。そう。皆さん、面接や自己紹介でもう使えましたか？私、早速使ってみました。地味だけど聞くんですよ、あの一言。さて、今日の本題。都会か、地方か。日本に住む人なら、一度は悩むテーマじゃないでしょうか。就職や進学のたびにどこに住むかって突きつけられますよね。上京するか地元に残るか、永遠のテーマだよね。最近は逆に都会から地方へ移る人も増えていますしね。テレワークも広まって選べる時代になりましたよね。そうなんです。だからこそ、今日はとことん比べてみたい。家賃、仕事、交通、人付き合い、子育て、医療。論点はたっぷり用意しました。望むところです。データと理屈で冷静にいきます。こちらは実感重視で、机上の空論には負けませんよ。お、言ったね。白熱しそうですね。では、最初の論点から始めましょう。では、ここからはお金の話。住むコスト、家賃相場の差からいきましょう。まず、都会派、どうぞ。確かに家賃は都会の方が高い。それは認めます。いきなり認めるんだ。でもね、見るべきは家賃そのものじゃなくて手取りに対する割合なんですよ。そうそう、給料が全然違うから。いや、そこは少し待ってください。手取りが多くても、その分出ていくものも多いでしょう。そうなんですよ。可処分所得で見ると地方の方が残るんです。なるほど。可処分所得。つまり、手元に自由に使えるお金ですね。はい。家賃が割安な分、毎月結構違います。まあね、でも同じ家賃でも得られるものが違うんです。そう、利便性とか。いやいや、間取りで言えばこちらの圧勝ですよ。同じ6万円で、都会はワンルーム、地方は2部屋に庭付きですから。庭？でもその広さ本当に使いますか？使えますよ。家で過ごす時間が豊かになります。では初期費用の話も。敷金、礼金、これはどうですか？そこは正直都会は割高ですね。礼金が高い物件も多い。初期費用が家賃の5倍とか、引っ越しに二の足を踏みますよね。確かに最初がきつい。持ち家となればなおさらです。都会で家を買うハードルは相当高い。それは認めます。住居費の総額で見れば地方が有利な場面は多い。でも住む価値はお金だけじゃないでしょ？それはまあそうですけど。住居費では地方に軍配が上がり、でも価値の話は別。と。では次の論点へ行きましょう。では次の論点。仕事とキャリア、つまり働き口と働き方ですね。まずは都会派からどうぞ。はい、やっぱり一番大きいのは求人の数です。都会は職種の幅が桁違いに広い。それな、選択肢が多いんですよ。合わなかったら転職すればいい。転職のしやすさが全然違います。賃金水準も都会の方が高い傾向にあります。なるほど。では地方側、反応をどうぞ。確かに数は多いでしょう。ですが、最近は在宅勤務が随分普及しました。そうなんです。私も今地方に住みながら都会の会社で働いています。それは強い。でしょ？通勤ラッシュとも無縁ですし。でもそれは都会の求人があってこそでは。そこは認めます。ただ、住む場所と働く場所が
切り離せる時代になったと。まあね。でも全部の職種が在宅できるわけじゃない。それは確かに。現場仕事や専門職は結局オフィスに集まる都会が有利です。ところが地方は人手不足でしてね。即戦力ならむしろ歓迎されます。私も来てすぐ任せてもらいました。それは羨ましい。ただ賃金で見れば都会の方が上では。覆面はそうです。ですが生活費を引いた手取りで考えるとまた違ってきます。それは一理ある。通勤が短い分、自分の時間も増えますしね。そこは認めます。キャリアの伸ばし方も人それぞれということですね。なるほど。求人の幅か、働き方の自由か。どちらも一理ありますね。では、次の論点へ。では、次の論点。交通と移動の便について。まず、都会派から。利便性の面でどうですか？これはもう都会の圧勝だと思います。公共交通の本数が桁違いなんですよ。そうそう、電車もバスも数分おきに来るし、待つって感覚がないんだよね。しかも車がなくても生活が完結する。維持費が丸ごと浮くんです。なるほど。では、地方側、反応をどうぞ。確かに本数は多いです。ただそれは混雑と引き換えではないでしょうか。そうなんです。朝のラッシュは本当にしんどくて。でも地方は車がないと足がないでしょ？足がないというより一家に一台あるのが前提なんです。その車がすごく自由なんですよ。行きたいところに好きな時間に行ける。でも維持費はかかりますよね。車検、保険、ガソリン。かかります。ただ都会は家賃でそれ以上に取られますから。まあね、それは一理ある。終電の話はどうでしょう？地方では終電が早いと聞きますが。早いです。8時台で終わる路線もあって。8時？それは厳しい。でも終電を気にせず車で帰れますから。その点は都会の終電後より小回りが利くかもしれませんね。でも渋滞は地方も都会もあるよね。都会の渋滞とは比べ物になりませんよ。地方はスイスイです。そうそう、渋滞って正直あまり経験しなくて。そこは認めます。移動のストレスは違いますね。なるほど。便利さと自由さで評価軸が分かれましたね。では、次の論点へ。では、次の論点。人との距離感、ご近所付き合いについてです。まず、都会派、どうぞ。都会の一番の魅力はその匿名性だと思います。そうそう、誰も干渉してこない。隣に誰が住んでいるか知らなくても全く困らない。プライバシーが守られる。でもですね、それは裏を返すとつながりが希薄ということですよね。希薄？地方だと近所の方が本当に親切なんです。野菜をいただいたり、子供を見守ってもらったり。なるほど。でもその近所付き合いが煩わしいと感じる人も多いのでは？自治会とかね、正直しんどい。まあそれは確かにあります。草刈りやお祭りの準備で休日が潰れることもありますしね。でしょ？でも、おせっかいに見えても、いざという時に助けてくれるんですよ。いざという時というのは？災害の時ですよ。持ちつ持たれつ、自縁のある土地は強いんです。それは一理ある。でも最初はよそ者扱いされない？最初はちょっとだけ。でもすぐ馴染めました。でも都会なら付き合う相手を自分で選べる。それも大事です。選べる代わりに孤独になりやすい面もありますよ。まあね。つながりがある安心感はお金じゃ買えないと思います。距離感の好みは人それぞれ。煩わしさと安心感、表裏一体ですね。では、次の論点へ。では次の論点。子育てと教育の環境です。子供を育てるならどちらがいいか。まず都会チームから。はい。やっぱり選択肢の多さですね。塾も習い事も種類が桁違いに揃っています。そうそう、駅前にずらーっと並んでるもんね。うちの近所だけでピアノもサッカーも英語もある。子供が選び放題なんだよ。なるほど。進学の面ではどうですか？学区によりますが、進学先のルートが幅広いのは強みです。子供の可能性を狭めずに済む。では地方側、反応を。選択肢が多いのはわかります。ですが、本当に必要なのは数でしょうか。地方は自然の中でのびのび育てられます。これは教育環境として大きい。
わかります、それ。私も田んぼや川で遊んで育ったんですけど、ああいう時間ってお金で買えないと思うんです。いやでもそれだけじゃ進路が限られない？そこは今、オンラインでかなり埋まりますよ。確かに昔よりは。ただ、待機児童の問題も忘れちゃいけない。ああ、保育園ね。でも待機児童ってむしろ都会の方が深刻じゃないですか。そこは痛いところだね。まあね。地方は園に空きがあって、共働きでも預けやすい。これは強みです。その一方で、地方は親の通勤が長くなりがちでは？あ、それはあります。ただ近くに祖父母がいたりして、子供に目が届きやすいんですよ。確かにそれは大きいかも。選択肢の都会、のびのびと目の届く地方。子育てはまさに何を一番に置くかですね。では次の論点へ。次は医療と老後について伺います。年を取ってからの暮らし、どちらが安心でしょうか。まずは都会チームから。やっぱり医療機関の充実度が違います。総合病院も多いし、専門医にすぐかかれる。そうそう、選べるんだよね。年を取ると、心臓や目、いろんな科が必要になる。それが歩いていける範囲に揃っているのは、本当に手厚い。なるほど。では地方側反応を。確かに数は都会が多いですね。ただ、地方にもかかりつけのお医者さんがいて、長く見てもらえます。それすごく安心しますよね。顔も家族構成も分かってくれている。都会の大きな病院では毎回別の先生ということも少なくありません。でも専門的な治療はやっぱり都会でしょ？そこは認めます。ただ、過疎が進んだ地域でも見守りの体制は意外としっかりしているんですよ。でも高齢化も進んでいますよね。ああ、それはあります。医師も足りない、介護の人手も足りない。いざという時、心細くないですか？正直夜の急病は不安です。そこは課題ですね。ただ、地域の介護は人と人のつながりで支えられている面が大きい。隣近所が声をかけてくれるんです。それは温かいけど、専門の介護施設は都会の方が多いよ。確かに選択肢はありますね。でしょ？ただ、施設に入れても人が多すぎて一人一人が流れ作業になりがち。手厚さではこちらにも自信があります。それは一理ある。つまり、量とアクセスの都会、つながりと手厚さの地方、ということですね。そうまとめられると迷います。年を取った後の安心は、誰にとっても切実な論点です。さて、次の観点に移りましょう。では次の論点。暮らしの楽しさと心のゆとり。まず、都会派からどうぞ。やっぱり都会は刺激が違うんですよ。そうそう、店も文化も多様性がすごい。展示会、ライブ、新しいお店、毎週どこかでイベントがある。飽きないんですよね、ほんと。でもそれお金かかりませんか？そこなんですよ。都会は物価が高い。刺激のたびに財布が痛むっていう。まあそれはありますね。なるほど。では、地方側暮らしの楽しさは？地方はですね、時間と心のゆとりがあります。そうなんです。日々に追われる感じが少なくて。でも、それって退屈じゃないですか。刺激ゼロでしょ、正直。それは違います。刺激の種類が違うだけなんですよ。季節を感じたり、ゆっくり料理したり。まあね、それもわかります。でも毎日が同じになりません。メリハリは自分でつけるものですよ。忙しさに追われない分、充実してる気がします。その充実は都会でも作れますけどね。選択肢が多い方が楽しいって。その多さに疲れる人もいるんですよ。それは確かに。刺激を取るか、ゆとりを取るか。価値観が出る論点ですね。では、次へ。次の論点は、災害や環境を含めた暮らしの質です。では、都会チーム。満員電車のストレスも含めてどうぞ。正直、満員電車はきついです。でも、医療も買い物も全部近い。総合的な暮らしの質はやっぱり高いと思う。そうそう、便利さって正義だって。いやいや、その毎日の満員電車がじわじわ体に来るんですよ。わかります。あれ、本当に息が詰まりますよね。でも慣れるよ。慣れで済ませちゃう。そこが過密の怖いところで。なるほど。では、環境面、地方側からどうぞ。うちの方は空気がきれいで、夜は本当に静かなんです。騒音とは無縁で。のどかでね、
朝は鳥の声で目が覚めますよ。それはちょっといいかも。ただ災害リスクは別問題です。水害なんかは地方の方が深刻なこともある。それは確かに。川の近くは毎年気を張りますね。でしょ？地震だって都会だけの問題じゃない。そこは、認めます。でも防災って人手と情報が集まる都会の方が動きが早いんだよね。でも逃げる場所の余裕はこっちの方があります。なるほど。過密が裏目に出る場面もあると。そこは認めます。人が多すぎて避難が渋滞する。食べ物があって地元の野菜がとにかく新鮮なんです。それは正直羨ましい。とはいえ欲しいものがすぐ手に入る安心感も暮らしの質ですよ。まあね。そこは便利さの勝ちです。でも心の余裕はのどかな方が断然あると思います。暮らしの質は便利さと安らぎの取り合いですね。では次の論点へ行きましょう。次は日々の買い物の便利さ、生活インフラについて伺います。まずは都会派から。やはり一番は密度ですね。徒歩圏内にスーパーもコンビニも何軒もある。そうそう、24時間営業も当たり前でしょ。夜中に急に何か必要になってもすぐ事足りる。確かに便利ですよね。でも本当にそんなに買い物しますか？しますよ。地方でも週に一度まとめ買いすればちゃんと生活圏で事足りるんです。ただ品揃えはどうですか？専門店も多いし、欲しいものが細かいところまで行き届いてる。それはネット通販で大体解決しませんか？いやいや、配送が遅いでしょう。そんなことないですよ。今は地方でも翌日には届きますし、専門的なものほどネットの方が揃います。なるほど、そこは認めます。でも実物を見て選びたい時もあるじゃない。まあね。ただ過疎が進んだ地域だと近くの店が閉まっていくのは正直辛いです。そこは大きい論点ですね。そうなんです。でも移動販売や宅配が増えて少しずつ行き届くようになってます。へえ、そうなんだ。結局利便性の中身が都会と地方で違うってことですね。そうそう。量より暮らし方に合うかどうか。私もそう思います。買い物の便利さは密度と配送、どちらを取るかで答えが変わりそうですね。では次の論点へ。次の論点はズバリ食です。豊かな食生活が送れるのは都会か地方か。まずは地方派からどうぞ。はい、これはもう地方の独壇場だと思っています。わかります。とにかく食材が新鮮なんですよね。そうなんです。朝に採れた野菜がお昼には食卓に並ぶ。それは早すぎでしょ本当なんですよ。直売所に行けば旬のものが安く買えますし。家庭菜園をやる人も多くて地産地消が当たり前なんです。なるほど。でもそれは食材の話ですよね。そうそう、食の豊かさって幅でしょ。都会には世界中の料理が揃っています。タイ、トルコ、ペルー、何でもあります。話題の店もどんどんできるし、デリバリーで一瞬で届く。へえ、それは便利ですね。でしょ、外食の選択肢が桁違いなんだって。まあね。確かにそこは認めます。ただ毎日外食では舌が肥えても体は喜ばないでしょそれは極端ですよ。都会でも自炊はできます。でも材料の鮮度は違いますよ。今は地方の食材も取り寄せられますからね。う。取り寄せた時点でもう旬の鮮度は落ちています。まあそれは一理ある。つまり地方は鮮度と旬、都会は幅と多様性ということですね。そうです、そうです。結局何を豊かと呼ぶかですね。確かにそこは好みだね。食文化の論点はここまで。さて、次は仕事と収入について伺いましょう。ここまで理想を語ってきましたけど、じゃあ実際に移り住んだらどうなんでしょう。そこなんですよね。地方への移住って憧れだけで踏み切ると結構しんどいんです。そうなの。理想と現実のギャップが大きいんですよ。確かにそれは私も感じます。最近はテレワークで地方に住むって選択肢もありますけど、それでも土地に馴染めるかは別問題ですよね。わかります。近所付き合いとか地域の行事とか思っていたより濃いんですよね。それはあるかも。つまり向き不向きがあるってことですか？そうなんです。静かな暮らしが肌に合う人もいれば合わない人もいる。それは都会も同じですよ。人混みが平気な人もいれば
疲れちゃう人もいる。確かにね。結局どっちが上ってより自分に合うかどうかなのかも。あ、ちょっと歩み寄りましたね。いい流れですね。だからこそいきなり踏み切らずにお試し移住という手もあるんですよ。ああ、それは賢いですね。うん。思い込みで決めずに一度住んでみる。それなら都会派の私も納得。お互いちょっと見方が変わってきましたね。いい歩み寄りが見えてきました。ではそろそろ今日の革新の言葉へ行きましょう。さあ、たっぷり討論してきました。ここで今日の言葉を整理しましょう。どちらにも一長一短がある。これが本音ですよね。ええ。優劣をつけるより合うかどうかなんですよね。そこでぴったりの言葉があるんです。今日のキーフレーズはこれ。住めば都。住めば都。どんな場所でも住み慣れればそこが一番いいところに思えてくるという意味です。もう一度お願いできますか？いいですよ。住めば都。住んでみればそこが都。つまり最高の場所になる。都会でも地方でも慣れて愛着が湧けばそこが我が家ってことですね。まさに。隣の芝生は青く見えますが、自分の庭が一番というか。なんか腑に落ちた。使い方も簡単。引っ越し先で不安な人に、大丈夫。住めば都だよ。と声をかける。迷っている友達にも、どっちでも住めば都だって。と背中を押せます。では声に出して練習しましょう。私の後に続けて言ってみてください。住めば都。いきますよ。3、2、1。住めば都。言えましたか？自分の住む街、ちょっと好きになりませんか？というわけで今日の結論。都会も地方も住めば都。悔しいけどいい着地ですね。こちらも楽しかったです。さて、皆さんはどっち派ですか？これはもうコメントで教えてほしい。ぜひコメントであなたの住めば都を聞かせてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。